はい、こんにちは。少子もよし、浜湯です。今日はですね、こちら。というわけでこちら網を買いました。僕の動画では割と恒例になっている何万円分網を購入してその網仕掛けてみたっていうのをまたやりたいと思います。で2つの目合いの網のサイズを買いまして、こっちが4寸、こっちが 3.8 寸ですね。だから 0.2 寸サイズが違います。で最近ずっとやってた3.5 寸の網よりだいぶこちらの方が目合いが粗いので、取れる魚も大きくなるけど小さい魚はかかりにくいっていうのが特徴です。この4寸目合いだったら僕がサーラ取ってるやつより目合いがちょっとね 0.1 寸大きいんですよ。だからいいタイが取れるはず、いればね。はい、じゃあ早速船に積み込んで、これいつものようにつないでいきたいと思います。よいしょ。よいしょ。でこちら混ぜちゃいましたけど、ちゃんと目合いに分けて網を分けときます。じゃないとどっちが何寸目合いか分かんなくなっちゃうからね。これでよし。でいつもはほどいてつないで繰り込んで、網がやりやすいようにするんですけど、今日ちょっともうだいぶ暗くなってきて時間もないんで、このままつないで繰り込まず網を入れていこうと思います。だから多少は引っかかるね。じゃあ沈む方のチンシコードほどいて、チンコードじゃないです。毎回言ってるかも。成長しねえ。でもう一個もほどいて、でまずチンシコードの方をつないで、カエルの股みたいだから2本入れとこう。こんな感じで、浮きコードの方ですね。浮きコードの方も同じように巻いてくくってあげます。こんな感じで、網がちゃんと上から出るように、こっちの下は下に向けてこう置いて、これがまた次上に来るから、こっちも同じように順番に置いてあげる。こうずっと出ていく予定ですね。こうベーッと。じゃあ全部つないでいきます。で最後に旗をつくないで、よいしょ。で旗を船に積んで、よいしょ。はい、じゃあ網割りの準備ができました。沖に行きたいと思います。じゃあドライブ下げてエンジンかけます。冬だから無理で、いつものバイクでいうこちらチョークですね。これ引っ張ってちょいと馬力上げてエンジンかけるとかかるんですね。ほらかかった。バッテリーが弱ってるな。出航だ。はい、じゃあちょっと移動しましたけど、ここに網仕掛けていきたいと思います。で旗を入れて、で鉛で、今潮が早いからあんまいいとこやれないんですよね。おかめですけどやっていきます。じゃあ表移動してやっていきます。振り込んでないから多少かかるかもしれないけど、いけるでしょ。直しつつ、じゃあ見入れ終わったんで、もうちょい暗くなるまで待ちましょう。最近また太ったんで、船のこの揺れを負荷としてダイエット懸垂。体を持てよろしく。はい、じゃあすっかり暗くなったんで網上げていきたいと思います。でももうね、先に言っときます。タイとチヌしか取れません。上げていこう。じゃあ電気つけて、それでは仕掛けた網を上げていきましょう。ローラーにかけて
おるかな。はい、じゃあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。今回狙うのは主にマダイです。2月3月っていうのはタイかチヌぐらいしか取れないので、それ以外が取れたらラッキー。ちょっとね、今ローラーの調子が悪いんで手繰りしてます。手繰りの方がもう軽いぐらい。今日は浅めだから、深めだともうくれないです。これじゃローラーの調子が悪いので懸命に手で上げていきます。その時何かやってきました。ヒラメが来たぞ。ちっちゃ、めっちゃ大きい雰囲気出してめっちゃちっちゃ。でもこの2月のヒラメは2月のタイとかカンダイとかって言うんですけど、これはカンビラメって言って2月が一番超えてます。こっちの世界は今まだ2月だからいいヒラメです。さあ、ヒラメに続いて何かやってきたようです。こちらお目当てのマダイですね。この時期のタイはカンビラメと一緒でカンダイと言われるものです。身が非常に甘くうまいのが特徴です。なんか来た。いいタイだ。でかったい。ちなみにタイの名前の由来は平だからタイ。これはもう僕のチャンネル見てる人なら覚えてほしい、覚えたいところですね。さあ、その後も続々とタイがやってきております。この動画が公開される頃にはもう春かもしれませんが、皆さん桜鯛って聞いたことありますよね。これは桜が咲く時期に取れるから桜鯛っていう諸説と、あと鯛の身の色が桜色になったものを指すっていう諸説もあります。それから桜の時期に浅瀬に移動した鯛は体が桜色になるからとか、体に桜を散りばめたような斑点が現れることから来てるとされています。いろんな諸説があるみたいです。終わった。大したことね。じゃあ移動してまた別の場所やります。はい、で1番目はこれだけでした。量はね、やっぱ目合いが大きくなったんで少ないんですけど、1匹あたりのサイズ感っていうのは大きいですね。この間の量に比べると。おりゃはい、じゃあ2番目網上げていきます。いつもの皆さん大好き主観物でいきましょう。ここはちょっと海が深いから重たいぞ。さあ2番目網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。海がちょっと深いだけで網はめちゃくちゃ重たくなります。潮を受けたり、もう上げる網のなんていうのかな、高さがそんだけ増えるからですね。1匹目マダイがやってきました。その後もタイが上がってくるのですが、どれも小さいタイばかり。ここで別のものが黒いタイ、黒鯛がやってきました。タイと黒鯛の先祖は一緒だとされています。その先祖が住んでいたのが現在の地中海あたりとされていて、長い時間をかけて日本に定着したと考えられています。オーストラリアなどにはマダイの亜種のゴウショウマダイや、大西洋にはヨーロッパマダイなどがいて、大変よくどれも似ています。はい、じゃあ2番目も終わりました。少ないしちっちゃかった。じゃあ最後にもう一番、泣きのもう一番してから帰りたいと思います。そそるぜこれは。はい、じゃあ3番目、私は疲れたんでスタッフと交代ですね。さあ果たして魚はかかってくるのでしょうか。いいタイじゃねえか。いいですね。チヌも来ました。ここで新しいお魚、僕が一番好きなお魚のウマヅラハギです。何が一番好きですかってよく学校の出前授業とか行ったら聞かれるんですけど、やっぱウマヅラハギのね、生肝と身を一緒に食うとうまいよって教えてあげます。次に来たのが魚の貴公子とも言われるスズキですね。この美しい銀色の見た目からそう呼ばれています。ちなみにこの子名前の諸説がめちゃくちゃあって、これだけの諸説があります。一体どれが本当なんでしょうか。あと川とかでもよく見ると思うんですが、スズキは水温への適応力がめちゃくちゃ高くて、水温 2.5 度から上は30度っていうめちゃくちゃ暑い環境でも生きることができます。どこでも見れるわけですね。はい、3番目も終わりました。まあまあでしたね。よし、じゃあ磯立てクリック。はい、じゃあ最後磯立て。
磯立てはその名の通り磯に網を立てるから磯立てです。よいしょ。おるかな。さあ近年めちゃくちゃ減ってしまったメバルですが、取れるのでしょうかといったところで1匹目取れました。続いて2匹目も上がってきました。いいメバルですね。メバルはなんと江戸時代から釣り漁で釣られていて、主にハエ縄とか一本釣りなんですけど、当時から煮付けとか塩焼きとかそういうので食べられていました。それから成長が遅くて20年以上生きる個体も報告されています。一番大きくてだいたい30センチぐらいですね。卵体生と言われて、体内で卵を孵化して魚になった状態で産みます。その方が多分卵から産んじゃうとすぐ食べられて育たないんでしょうね。それでも近年は漁獲量がめちゃくちゃ減ってます。終わった。思ったよりいましたね。2箱分ぐらい。よし、じゃあ帰ります。祈祷。この丘帰ってエンジン止めた瞬間が一番ホッとしますね。どれぐらいホッとするかっていうと、二日酔いで行けないかもって思ってる時に頑張って行けた時みたいな。はい、じゃあ取れたものを見ていきましょう。大きいから気持ちがいいね。はい、じゃあこれだけのお魚が取れました。まあまあですね。ウマヅラハギ、スズキ、ヒラメちゃん、天然ですね。メバル、チヌ、そして天然マダイです。じゃあこれ生かしておきます。で、タイは一応空気抜きながら入れていきます。やっぱ深いところから取ると水圧の関係でお腹の空気袋が膨らんでタイが浮いちゃうんで、抜いてあげてる方がいいかな。死ににくい。はい、じゃあお家の方に帰ってきました。ちょっと疲れましたね。お風呂入りましょう。はい、じゃあお風呂から上がりました。いつもの晩酌タイムですね。本当はね、取ったタイとかでしたかったんですけど、ちょっと疲れてるんで鶏肉と小さな抵抗。痩せるんだったらそもそも飲むなって話なんですけどね。で明日4時起きなんでパッと飲んで早めに寝たいと思います。おはようございます。秋田フリーです。よし、じゃあ行きましょうか。はい、朝の4時半、市場の準備をしていきたいと思います。まず倉庫に入ってこの発泡を取ります。これは魚を冷やすための発泡ですね。この発泡を軽トラに積んで氷を取りましょう。これは魚を冷やすためのものです。冬とはいえどね、やっぱ海水自体が0度とかあるわけじゃないんで、しっかりと海水を冷やします。じゃあ次船に乗り込んで電気をつけまして、明るいでめちゃくちゃ潮が引いてるんで、この鶴瓶でも大変ですが一生懸命水をすくって、さっきの氷の中に氷の中へ入れて氷水を作っていきましょう。はい、というわけでキンキンに冷えて上がるような氷ができましたら、網水を用意して魚をすくい上げていきます。こちらの魚を船に出して、で魚が出せたら脳天締めをして魚を締めていきます。魚の脳は基本的に目の左上っていうのかな、なんかエラがあるんですけど、そのエラの線が交わるようなとこです。
頭を右上にして締める理由は、皿に乗せた時にそっちをね下にできるようにです。だから統一されてるんですよ、締めるとこは。で締めたら水の中へ入れてしっかりと血を抜いていきます。人間がこう怪我した時と一緒で、ずっとね同じ場所に置いておくと血が固まってしまいますね。しっかり池間の中でぐるぐる混ぜて、網水というか玉でガチャガチャしてカゴへ移します。で全部の魚をカゴへ移して丘の上へ、そしたら氷水の中にドバッと入れて冷やしていきます。これも冷やしすぎると死後硬直が早まっちゃうんで、冷やしすぎないように出します。で最後にメバルも箱に立てて、こんな感じ。2.8 箱ありましたね。思ったより多かったです。めちゃくちゃ美味しそう。っていうか煮付けするとうまいんだよ。はい、じゃあ終わりました。ちょっとタイが多かったんで、まあですね、多さでこの相場したらまだマシかな。はい、じゃあ市場から帰ってきて今から釣り行きます。でもう釣れる時間が迫ってるんで急いで行きましょう。サビキで釣ります。20ぐらい釣ろう。出航だ。はい、じゃあ現場到着しました。釣りしていきましょう。で今回使うのがマダイサビキで釣っていきます。で出してで鉛つけて海の中入れながらやっていきます。さあ沈めて食っていきましょう。果たして魚釣れるんでしょうか。いやー、釣りは釣れたら面白いんですけどね、釣れない間の時間が僕は好きくはないです。酒でもあれば最高なんですけどね。結構あそこら船がいるんですけど、みんなあんま釣ってない感じですね。じゃあ1時間粘ったんですけど、体感5時間粘って全然釣れないんで帰ります。ただこれで終われないんでね、またリベンジはしますけど帰ろう。